皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、魚の排泄物でできた野菜の味はということで、今回もアクアポニックスの続きをやっていきたいと思います。前回は中古アクリル水槽を磨くご様子をお伝えしました。で、今回なんですが、このようにもう水槽台もできましたし、ライトの設置もし終えました。ということで、今回からいよいよアクアポニックススタートということで、水槽を立ち上げて、そしてアクアポニックスのシステムを稼働していきたいというふうに思います。今回の動画の目標は野菜をね育てるところを見せるというところまでなんとか持っていきたいというところです。で今現状としては、このような形で台をですね、作ったりだとか、あとこのねマットなんですが、いつも私水槽用のマット使ってるんですが、今回はゴム製のマットにしてみました。これといった深い理由はないんですが、アクアショップにね、行く時間がちょっとなくて、近所のホームセンターにたまたま寄った時に、これにしようと思って決めました。ちょっとね、匂いがするのが若干気になるというところです。で、このように、これパイプのね、穴が開いてたんですが、木をね、貫通させました。はい、ということで、これでようやくこいつを立ち上げていく準備が万端ということになります。アクアポニックス、私も初心者なので、あまりわからないところはあるんですが、通常はですね、ベアタンク水槽などで、結構大きめの魚を飼うと。で、餌をあげて、そのね、糞で、野菜を育てるということになるんですが、今回ですね、それだと面白くないと思いますし、なんとかレイアウト水槽を組んで、でその中で野菜を育てるというようなことを今回はね考えておりますので、いやーこれ果たしてうまくいくのかっていうのはわからないところではあります。であとはこのアクリル水槽ですよね。これ背面がね黒になっておりますので、ちょっとこれレイアウト組んでどうなんでしょうね。私こういう黒いバックスクリーンみたいなのね貼ったことないので、はい、果たしてそのレイアウトがどうなるかっていうところも少しね不安はあります。で今回こちら90センチ水槽になりますので、結構ねなんていうかスケール感の大きいようなレイアウトっていうのはやろうと思えばできるかと思います。で今回私が選んだ素材なんですが、こちらになります。はい、やはりですね、流木です。やっぱりね、流木好きなんですよね。はい、で、この流木なんですが、これまで使っていた流木で、はい、めちゃくちゃね、でかい流木。もうこれやっぱ90センチ水槽に結構ぴったりですよね。で今回はこちらの流木メインでやっていきたいと思います。やっぱりレイアウト迷いますよね。今回もですね、ああでもないこうでもないといろいろ角度を変えながらベストポジションを探していくという感じでですね、はい、かなり今回も迷いました。でやっぱりね一番最初の縦置きが結構かっこいいとは思うんですが、今回私が採用した置き方がこちらということになります。あえてこの流木のこの根っこの部分っていうんですかね、こっちを前面に出すという、はい、あんまりないレイアウトに、なりますね。いや、これいいんですかね。果たしてこれがいいレイアウトになるかっていうのは微妙なんですが、でさらに追加の流木を置いていっています。これね編集しながらアフレコをしているんですが、今見るとやっぱり一番最初のね縦置きというか普通の形が一番正直無難にかっこいいのかなっていうふうに思っております。ただですねやっぱり普通に、組むと面白くないってね、もうどうしても私いつもそういう思考になってしまうので、なんかもうちょっと人とは違うようなレイアウトっていうのをねどうしてもやってみたくなるんですよね。いやー正直これねかっこいいですかね。いやーちょっと微妙かもしれません。とりあえず気に入らなかったら後でね、いくらでも変えれるようなレイアウトにしようとは思っておりますので、一応今回は、はい、これでいきたいと思います。はい、見てください。この構図を無視したレイアウト。はいいやーこのね根っこの部分が前面に出るというね、なんとも斬新なレイアウトになってしまいました。あとは一応これ石置いてるんですけど、これね何気に使ってるこの石ADA の三水石というね結構高い石なんですよね。いやーなんでこれ使ったのか私も未だに謎なんですが、はい、ちょっとね高い石をもう影に置くっていうね、わけわからんことをやっております。
はい、ではレイアウトが決まりましたので次の工程に進みます。いやー、ソイルどうしようかなと思ったんですが、結局やっぱりね、これになりました。はい、ADA のラプラタサンド、本当におなじみというか、いや、私最近立ち上げてるのこのラプラタサンドばっかり使っているような気がします。まあ、今回ですね、ソイルは使わないという決心をしました。っていうのもですね、やっぱりソイル使うとこう有形層とか使いたくなりますよね。いや、使ったらいいんですけど、今回のコンセプトはやっぱりこの野菜を育てるということになりますので、魚の排泄物で出た肥料成分をとにかく野菜に注ぎ込みたいというのがあるので、有形素は使わないでおこうかなと思います。さあ、では注水です。いやー、これね、本当に中古水槽大丈夫ですかね。一応いただいた時には大丈夫ですよと、直前まで使っていましたというふうに言われてましたので、私はその言葉をね、信じたいと思います。信じたいと思います。で今回もですね90センチ水槽から種水ということで水を少しねいただいています。だいたい半分ぐらいもらおうかなとは思っております。いや、これ見てください、もうパンパンですよ。もうね、これ多分ね5ミリですかね、多分厚さが5ミリのアクリル板なので、いや、かなり膨らんでいます。はい、ただ多分今のところね漏れとかはなさそうなので大丈夫かなとは思っています。はい、ということで注水完了しました。いやー、漏れずに済みました。いやー、信じてよかったです。はい、で私今回一応ですね外部フィルターも回すことにしました。この辺がですねいるのかいらないのかわからないところではあるんですが、外部フィルターはねあった方がいいのかなと。一応ねそれもいろいろ排泄物とかゴミとかをね取り除くことができるので、今回は外部フィルターも併用しておこうかなと思います。水の量としてはこの穴が開いたパイプのギリギリぐらいまでにね留めておかないといけません。さあ、ではいよいよです。レイアウトが終わりましたのでアクアポニックスのシステムを上に乗せていきます。はい、でここからなんですが、しばらく水が落ち着くまで待たなければいけません。だいたいね1週間ぐらいは、魚入れるのは難しいかなとは思っています。いや、これ見てください、これねパンパンに膨らんでいて、やっぱ歪んで見えますよね。でそれから1日後、めちゃくちゃ濁ってます。これ流木のアクですよね。いやー、やっぱりアク出ましたね。やっぱり吸着剤とか入れないとこうなってしまいますよね。でこのままちょっと野菜作りこれ不安はありますので、やはりこいつ入れておきます。ブラックホールです。一応ですねこれ外部フィルターに本来入れるものだと思うんですが、こんな風にね水の中にドボンしても浮いてしまいます。ここから外部フィルターに入れるのちょっと面倒だったので、流木の下に入れて沈めておきました。いや、これどうなんでしょう。これで果たしてね流木の黄ばみっていうのが取れるんですかね。いやちょっとわからないんですが、これもね一つの実験ということで、どうなるでしょうかということでこうなりました。めちゃくちゃ綺麗になりました。いや、いけましたね。いやー、意外とこれね絶対ダメかなと思ったら、水の中にドボンしてもね意外と綺麗になりました。はい、ということでようやくです。アクアポニックスシステムに水を通します。はい、ということでアクアポニックスシステムにもしっかり水が回っていることが確認できました。これねサイドに開いていた穴をこんな風にアクアポニックスの水を排出するように使いました。やっぱりね何でも利用できるものは利用しないということです。さあ、では行きましょう。これを購入しました。野菜の種を買ってきました。はい、まずはですねこちら、これミニトマトですね。やっぱりトマトね結構育てやすいと、水耕栽培しやすいっていうことですので、こいつをまず選択しました。ではどんどん紹介していきましょう。お次はこちらサニーレタスです。いやめちゃくちゃ美味しいですよね。そして次がこちら同じくレタスなんですが、これはミックスと書いてあります。いろんなレタスが入ってるんですかね。そしてサラダ京水菜ということで水菜です。でどんどんいきましょう。こちらサラダ用春菊という風になっております。春菊ですね。でお次がこれほうれん草。
はい、ほうれん草も買いました。で、最後に小松菜ということになります。で合計7種類の野菜の種を買いました。で、その種をですね、こちら、これ育苗ポットということになると思うんですが、そちらにスポンジを入れて、でここに種を入れれば水耕栽培で野菜を育てることができるということになります。では早速種を入れていきます。いやー、いつもと違う手が映ってるかと思いますが、これは私の子供です。はい、私の子供ね、たまたまテナントに連れて行った時に自分がやりたいと言い出したので、ちょっとやってもらっています。自分の趣味にね、こうやって家族が興味を持ってもらえるっていうのはなんだか嬉しい気分になりますよね。はい、ということでうまくできました。そして種が入ったスポンジを先ほどの育苗ポットに入れるということで、いやー、こちら見ていただきますとですね、一応このようにラベルを貼っております。はい、トマトとか水菜、はい、分かりやすいようにラベルを貼っておきました。で、それを水を溜めたトレイの中に入れておきました。こんな風にですね、重しをしておかないと浮いてしまうと、はい、いうことで1日経過しました。はい、で、これやって思ったんですが、これやる必要なかったですよね。いやー、これね、水耕栽培なので、そもそもこのまま水耕栽培キットに入れれば済む話だったんですが、いや、なんかね、私なんとなく、はい、水の中につけて発芽を促進した方がいいのかなとか思ってやっちゃいましたが、一応こうやって見ると、なんとなく発芽しているようには見えました。はい、これね、重しをしとかないと水から浮いてしまうので、いやー、結局ね、これやる必要なかったですね。ちょっと発芽が分かりにくいので、これ飛び出た種をですね、トイレットペーパーに浸しておいたものになります。はい、こうやって見ていただきますと、一晩で発芽しているのが分かります。いやー、すごいですね。野菜ってめっちゃ早いですね。さあ、ではいよいよです。水耕栽培キットに入れます。はい、いや、これね、見ていただいたら分かる通り、一応1マスずつ開けたっていうのと、この端っこの部分にはポット入れませんでした。はい、っていうのもやっぱりね、根詰まりが一番怖いと。はい、これ根詰まりしてね、水が溢れるっていうのが本当に最悪の事態なので、それだけは避けたいということで工夫をしてみました。で、ライトはアマテラス2台にしています。いやー、これでもね、結構一番上の段は強すぎるかなっていう風には思います。いやー、この辺りがね、どうなるかっていうのはちょっと実験していきたいですね。で、2段目が結構光的にはちょうどいいんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。まだ今の状態ではね、そんなに強い光は必要ないというふうに思いますので、これでね、一旦運用していきたいかなと思っています。さあ、ということで、いよいよですね、水槽も立ち上げて、野菜の種もまいたということで、いや、これどれぐらいでね、野菜収穫できるんですかね。いや、本当に楽しみです。あとはちょっとね、気になるのが、こちら見ていただきますと、やっぱりこの空いているスペースですよね。はい、ここにね、光が当たってしまうので、苔が生えるリスクっていうのが、これでかなり上がってしまうんじゃないかなとは思っています。ちょっとこの辺りはですね、防水テープとかで穴を塞ぐっていうのもね、考えてもいいかもしれません。で、これ今回2段にしたんですが、これ十分かなと思っておりました。いや、ただですね、これ育苗ポットを置いていくと意外とね、結構すぐ埋まっちゃうんですよね。はい、で、あとはこのレイアウトなんですが、水草使っていないので、いやこの辺りがね、どうなるかっていうところですよね。陰性水草、アヌビアスとかは追加してもいいかもしれません。ただ純粋に野菜のね、浄化能力っていうのが試せるなっていうふうにも思います。で、あとは肝心のお魚さんです。今はパイロットフィッシュでヤマトヌマエビさんを入れていますが、水が立ち上がったらね、しっかりお魚を入れます。いやー、どんな魚入れようか結構ね迷ってはいるんですが、何が合いますかね。まだ野菜も種の状態ですので、それほど栄養素はね必要ないと思うんですよね。はい、ですので、もう少しお魚を入れるのは見送ろうかなとは思っています。はい、ということで、これでようやくアクアポニックスが始まりました。いやー、結構長かったですね、ここまで。今後もですね、こちらのアクアポニックスの動向っていうのは随時お伝えしていこうと思っておりますので、ぜひ今後ともご覧いただければ大変嬉しく思います。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。